はい。本日も語り系の動画になってしまって、大変申し訳ございません。Vlog 系を期待して登録していただいている方には本当に申し訳ない内容で、ですので、本当に、動画閉じていただければ幸いです。で、今日語ることは、タイトルがまだ迷ってるんですけども、モチベ人生の行動における関するモチベーションの源泉およびその配分、かっこよく言うと多分そんな感じになると思います。で、今から言うことなんかちょっとなんかかっこつけみたいな、ちょっと形式ばってるっていうふうに思われるかもしれないんですけども、自分話す時結構ダラダラ話しちゃうので、ちょっとそういうふうにあえてやってるっていうところでご了承いただければと思います。で、今ついこの前1ヶ月の冬休みを終えて、その前は4ヶ月ぐらいの学期を終えたんですけども、ちょっとそこら辺の時系列をたどりながら、今回のタイトルについて、話していきたいと思います。で、まず、メインのところとして分かったというか、自分で解釈した方法としては、まずそのモチベーション、その人生の行動するモチベーションっていうものは外的要因と内的要因っていう2パターンに大きく分かれてると私が勝手に解釈しました。で、外的要因っていうのが、分かりやすい例だと、例えばお金がもらえるからこの仕事を頑張ると。大学院に進学するためにはこのリサーチをやっとかないと選考に通らないからこのリサーチを頑張るとか、そういう類のものです。で、内的要因っていうのが、基本的には自分自身で完結するもので、多分皆さんに共感いただけるのかなっていうものが、例えば幼稚園とか小学生の低学年ぐらいの時までは例えば登下校時に秘密基地的なものをその登下校中のルートに作っちゃって、でその毎日登下校の時間にどんどんカスタマイズして楽しんだり、あとは落ちてる木でチャンバラ的なものをしてみたり、いわゆるそれは楽しいからやってるっていう、楽しいものとあとの好奇心でやってるっていうことで、その友達間でのもしくは自分の中でのそのモチベーション、自分の中でのその欲求であったり感情で完結して、それに基づく行動モチベーションだと思うんですよ。あとは筋トレやられてる方は基本的にはいろいろあると思うんですよ。私の場合は、筋トレってその人生の中で唯一結果が必ず返ってくるものだと思っていて、結果っていうのはその外的要因的な結果ではなく、その自分自身の例えば筋肉がつくとか、メンタルが向上するとか、そういうとこを分かってるので、自分の中で楽しんでかつトレーニング自体が楽しいので、楽しんで行うっていうのが例えば、筋トレであったりするんですけども、それが内的要因に基づく、モチベーションっていう形になります。で、その定義を置いといて、いわゆる学期、学生で学期過ごしていると日々の宿題であったり、あと期末試験であったり、そういったものをとりあえずクリアするために、勉強するっていうのが基本じゃないですか。大体の場合そうだと思うんですけど、そういうの関係なしにも好きでやって頭良い方はそういう
テストとか意識しないでも自分の好奇心に従うままでにやっていくっていうスタイルも多分あると思うんですけど、そこ少数だと思うんですね。だから私の場合はそれはもう完全に外的要因に基づいてやってきたっていうのがその学期中で、その後に続くその1ヶ月の直近1ヶ月過ごした冬休みっていうのが、個人的に初めて、人生でそういう、外界にとらわれない時間だったんですね。もちろんその大学部生だった時あったので、ただその頃って夏休み中とかもその大学院進学であったり就活だったり、そういったところを意識しながら過ごしてたので、かなり外的要因に触発されながら過ごしたっていうのがあったんですけど、今回例えばほぼもう幼稚園ぶりとか小学1年生2年生ぶりぐらいに自分のやりたいことに従って生きてみようみたいな、本当にピュアな時間を過ごしてみたんですね。なので普段読まなくて興味あったジャンルの本を読んだり、あと自分の好きな趣味、もちろん筋トレ続けてますし、ミュージックフェスティバルに行ってみたり、あとは街ブラが好きなので街ブラしてみたり、銭湯行ったりとか、そういういわゆるニート生活を送ってきたわけなんですね。でそこで、完全にその内的要因に従って生活してきたっていう期間を、直近1ヶ月で外的要因に従って生きてきた、それ以前の期間で分けて過ごしてみた結果、気づいたことがあって、どっちかだけをピュアに追い求めて生活していると飽きるっていうところですね。だから内的要因に従って生活するっていうところ1ヶ月やりましたけど、正直ラスト1週間ぐらいはちょっと飽きてきたなっていう感覚があって、で戻ってきていざ学期始まるぞでかつちょっと将来のキャリアのことも考えながらやろうっていう、いわゆる外的要因が入ってきたんですね、自然と。でそうなったら結構今自分の中のモチベーション的にはやるぞみたいな感じになってるんですね。なので、思ったのは、その極端な外的要因のみ内的要因のみに基づく生活を順番に過ごしてもいいとは思うんですけども、個人的には持続的にそういった生活を満足する生活をするためにはうまい感じで配分して生きていく、日々の生活をするっていうことが重要かなというふうに思った次第です。でその配分はどうするかっていうところがまだこれちょっと分かっていなくて、例えば5対5でいいのか7対3の方がいいのかとかいうところは分かっていなくて、ちょっとそこを引き続き実験といいますか検証してみたいなっていうふうに思います。ただその配分っていうのは時間的配分じゃなくて、その濃度といいますか自分の満足感によるものだと思ってるんですよ。時間でも時間もその作用する部分あると思うんですけど、基本的にはその自分が感じる、集中したりその満足できるものであったりっていうところがあると思うので、ちょっとそういったところも考慮しながら今年2025年過ごしてみたいなっていうふうに思います。すみません、だらだらと長くなってしまったんですけども、とりあえずこんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。